はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、テスラダイナーの体験から見えた未来というテーマでですね、解説していきたいと思っています。もう一個ね、これちょっとニュースあるんですけども、テスラがですね、実はスーパーチャージャーの一般販売を始めたんですよ。で、早速ね、僕これテスラに問い合わせてみました。値段がちょっとかなり気になったんで、どういうことになってるのかね、気になったんで問い合わせしてみました。そしたらね、返信があったんですけども、まずミニマムオーダーがスーパーチャージャーね、4つなんですよ。だから、最低4台分のパーキングスペースは持ってる企業が限定になりますね。なんで、ミニマムオーダー4つ。それから、歩いて行けるところに、コンビニとかね、スーパーマーケットとか、そういった休憩できるような施設がある必要があるんですね。はい。で、金額聞いてみたんですけども、4つでね、30万ドルから50万ドルかかるそうです。はい。一見ちょっと高いですよね。一見高いなって僕も思ったんだけど、でもやっぱこれでかいなと思うんですよね。言ってみれば一般企業が電気をドライバー向けに売れるようになるわけじゃないですか。ね、やっぱガソリンスタンドを自分たちでいきなりやるとやっぱハードル高いですよね。だけど、わずか駐車場4台分でそのインフラ事業ができるっていうふうに考えたら、これ結構ありなんじゃないかなと思ったんですね。で、しかもテスラ曰く、その電気代、お客さんに売る電気代っていうのはね、これ自分で設定できるみたいなんですよ。そのコストはね、もちろん自分たちのコストなんだけども、その売り値はね、設定できるっていうことを書いてあったんで、これはね、なんか面白いなっていうふうにね、思いました。で、もちろんね、電気での収益っていうものも期待できるんだけど、これね、もっと大事なのは、集客になるってことなんですよね。つまりテスラのドライバーがね、もうどんどん来てくれるわけじゃないですか、充電しに。しかも24時間365日ですよ。ひたすら無人でね、稼ぎ続けるというマネーマシーンになるんじゃないかなと思います。で、僕たちから集客しに行かないで、向こうから来てくれますからね、これかなりでかいですよね。で、テスラっていうのは、自分も乗ってますけども、充電するのにね、やっぱり30分はかかるんですよ。で、もっと充電しようと思ったらもうちょっとかかるんですね。40分とかかかっちゃう。で、結局暇なんですよ、その時間って。30分とか40分って。だから車内でね、もちろんスマホ見て時間潰すってのもあるんだけど、やっぱちょっとね、そのスーパーチャージャーについてなんか周り何があるんだろうな、みたいな感じで、ちょっと気になるんですよね。だから僕なんかはね、だいたいいつも充電中ね、テスラから降りて周りを散歩したりとかね、どういうエリアなんだろうなとかっていう風に見るようにしています。で、これってある意味ビジネスになると思うんですよね。ぜひね、皆さんも想像してみてほしいんですけども、例えば皆さんがレストランを経営していますと、例えば、そうだな、じゃあ例えばおにぎり屋さんをね、経営してるとするじゃないですか。で、たまたま駐車場がね、6台ぐらいスペースがあると。で、テスラのスーパーチャージャーをじゃあ導入しようかなっていうんで、4つ分ね、買いましたと。30万ドルから50万ドルかけて買いました。そしたら、もう24時間365日、もうスーパーチャージャー使える状態ですから、テスラのオーナーさんがね、向こうからやってくるわけじゃないですか。で、やってきます。で、そしたらね、パーキングで充電したら、テスラの中のモニターに自動的にブラウザーが立ち上がって、あなたの会社のおにぎりのメニューがこう立ち上がると。いう未来ってこれ想像できませんかね。で、モニターが立ち上がって、ブラウザー立ち上がって、で、おにぎりのお店なんだっていうふうに、ドライバーは思うわけですよ。で、じゃあこのおにぎりをカートに入れて、このおにぎりをカートに入れてってやって、で、その場でもう注文が完結しますよね。で、完結して、で、店内で食べますか、それとも車内で食べますかっていうふうになって、で、車内で食べるってなれば、おにぎりを作ってね、車内まで持っていけばいいわけですよ。ね、で店内食べるんであれば店内に来ていただいてっていうことで、要はそのまんま自社の売り上げにつながるわけじゃないですか。これってかなりでかい。充電中も結局電気を売れてるわけだし、しかもね、自分たちの事業としても成り立っているということなんでね、これはすごいビジネスチャンスあるんじゃないかなと思います。本当にね、テスラがそういうことを考えてるかどうかっていうのはちょっとわからないですよ。ここはもう僕は確約はできない、保証は一切できませんけども、あくまでも想像の話なんでね。はい。そういうふうに想像してみると楽しいですよね。だから、僕たちはレストランじゃないので、何ができるかなって考えたらですね、僕たちは車屋さんですから、洗車とか
空気圧の調整、例えばタイヤの空気圧の調整とかね、あとワイパーの交換とかはできるわけですよ。だから例えばうちの会社でスーパーチャージャーを導入してですね、4台分のパーキングスペースを使って、でこのテスラに乗ってる人が、ドライバーさんが来てくれたらですね、自動でブラウザが立ち上がって、例えば洗車のメニューが出たりとかね、あとタイヤの空気圧調整とかワイパー交換とかってメニューが出るわけですよ。でそれで選んでいただけて、でもう社内でね決済さえ済んでればね、僕たちはサービス提供できるんですよ。そういったことはね、これ結構容易に想像つくなというふうに思うんですよね。しかも現在はそのスーパーチャージャーね、テスラのオーナーさんが多いんですけども、これから続々とねそのテスラの充電規格っていうものをね取り入れるっていうふうにメーカーは言ってますから、他のメーカーさんなんかは言ってますから、テスラ以外のね車の集客っていうものもできるんじゃないかなと思うんでね、すごく面白い未来が待ってるなと思いますね。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。今日はですね、テスラダイナー、そしてテスラダイナー体験から見えた未来というねテーマでお送りしていきました。もしですね、当社で FSD レンタカーこれ借りる際はですね、合わせてぜひですね、テスラダイナーにも行ってみて、体験されることをお勧めします。当社からですとですね、スムーズなら車で40分ぐらいでね、ハリウッドに着きますので、ぜひねハリウッドに着いてテスラダイナーで、ランチをとって、その後ですね、ハリウッドなんで、ハリウッド観光するなんかもですねできますので、ぜひぜひねそういった有意義な時間で、使っていただけたらなと思っております。はい、というわけでですね、今日も皆さん聞いていただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。